皆さんこんにちは。今回も音の違いに関して繰り返しいただくご意見ご質問にお答えします。ぜひ最後までご覧になってください。これは真空管アンプの動画をご覧になった方からのご質問です。真空管アンプはこれまでに3機種試しています。真空管アンプには特別な音があると噂されていますが、何も見つかりませんでした。真空管アンプを通すとノイズと歪みが追加されます。これが音色を豊かにすると言われていますが、音楽と相関のないノイズや歪みは音を濁すだけです。アンプは電気の理屈だけで動くアイテムです。出てくる音はすべて理屈で説明できます。理屈で説明できない特別な音というものは存在しません。ところが実際には存在しないはずの特別な音を体験することがあります。これらは心理効果による錯覚です。心理効果というのは見た目や値段、他人の意見によって音が変わって聞こえる効果です。耳では聞こえるのに測定に現れないのは、耳が測定器より優れているからではなくて、実際には存在しないからです。心理効果はブラインドテストで切り分けできます。自分の耳で聞いた結果が絶対正しいと思う方は、動画のブラインドテストをやってみてください。ブラインドテストでは全部同じ音に聞こえると思います。それはテストのやり方がおかしいから、YouTube だからではなくて、実際に違いがないからです。CD よりレコードの方が良い音に聞こえるのですが、というご意見です。人によってそのように聞こえることがあるのは事実です。問題はその理由の説明です。CD より高い音が記録されているとか、アナログだから情報量が多いとか、ハイパーソニックエフェクトが関係しているからとか言われていますが、すべて間違いです。レコードと CD の違いは、同じ音を違うメディアに記録した結果ではありません。元から違う音を比べていることに注意してください。レコードに記録できる情報には限界があります。その限界の中に収まるようにソースが加工されています。具体的には余計な広域を削ってダイナミックレンジを圧縮しています。CD でも同じ加工をしますが、フォーマットに余裕があるのでレコードより加工が控えめです。つまりレコードと CD の音の違いは録音する前の加工の違いです。レコードには高い周波数の信号が記録されていますが、これは高調波ノイズです。レベルが低いので聞こえません。レコードと CD は音質が違いすぎて比べ物になりません。ところが実際に聞き比べると音質が悪い方がいい音に聞こえることがあります。人間はやたら広域が伸びた音より適当にカットした音の方がバランスよく聞こえます。これについてよく知られているものに40万の法則があります。余計な広域を削ってダイナミックレンジを圧縮すると厚みのある充実した音になります。これが CD よりレコードの方がいい音に聞こえる理由でしょう。ハイレズやレコードにハイパーソニックエフェクトの話が出てくることがあります。これはもともと一部の実験結果から出てきた学説の一つに過ぎないものですが、商売に都合よく利用されてすっかり有名になっています。ハイパーソニックエフェクトは
特殊な音源と特殊な装置の組み合わせで発現する現象ですが、第三者による追試が行われた形跡がありません。つまり十分な検証が行われていないのが現状です。今のところハイパーソニックエフェクトは私たちが聴く音楽やオーディオ機器には関係ないものと考えておくのが適当です。電源で瞬発力が変わりますというご意見です。アンプには定格出力の規定があります。この中で使う限り、電源が音の瞬発力に関係することはありません。スピーカーには F0 という共振があってインピーダンスが変化しますが、これに対してアンプは何もしません。アンプは単に電圧一定で駆動するアイテムです。ところが単純な抵抗分圧で電圧一定が崩れる場合があります。電圧一定が崩れると過渡応答や音の瞬発力が変わります。この現象の起こりにくさを表すスペックがダンピングファクターです。ダンピングファクターは10あれば十分なことが分かっています。真空管アンプは10ないので音が変わるのが普通でした。半導体アンプは10を余裕で超えますから、出てくる音はすべて同じになります。オーディオ機器は重いほど良いのではないですかというご意見です。現代では重さが音に関係するコンポーネントがありません。振動も音に関係しません。モニタースピーカーにアンプが内蔵されるのは振動がアンプに影響しないからです。昔は重さが音に関係するコンポーネントがありました。例えばアナログプレイヤーではプラッターの感性が大きいほどワウフラッターが減りました。アナログプレイヤーは重く作られていました。これはカートリッジが振動を嫌ったからです。回転体やカートリッジを使わないコンポーネントは重さも振動も音に関係しないことを覚えておいてください。変わらないものが変わって聞こえる場合は、正しい視聴ができていないことがほとんどです。視聴というと単純に入れ替えてボリュームをだいたい同じ大きさに合わせて音楽ソースを流して聞き比べている方が大半です。このような視聴のやり方を視聴ごっこと呼んでいます。正しい視聴をするためには正しい実験方法についての知識が必要です。例えば電源ケーブルを音楽ソースで聞き比べるのは大間違いです。正しい視聴は私たちアマチュアが簡単にできることではありません。正しい視聴をしていない報告はすべて個人的な感想です。スタジオエンジニアや有名ミュージシャンも例外ではありません。個人的な感想を誰かに伝える場合は、それがわかるように表現する必要があります。人間の耳は心理効果に騙されます。そんな人間の耳を使った音の検査は、最も当てにならない方法の一つです。現代のオーディオ機器はスピーカーを除いて音に違いがありません。どれを買っても同じ音なら値段や使い勝手で選べば良いことになりますが、オーディオ機器は趣味のアイテムですから音以外の付加価値があります。例えば次のようなものが価値を生み出します。 A 級アンプの音は AB 級と区別できません。 A 級アンプの価値は A 級であることそのものです。ディスクリートの構造はシンプルなオペアンプ回路と区別できません。ディスクリートの価値は無駄に贅沢な回路の構成そのものです。マッキントッシュの中身はオペアンプ回路です。マッキントッシュの価値はブランドと外観がすべてです。
このような付加価値はユーザーに特別な音の体験をもたらします。それは素晴らしい音が出ているように感じるという心理効果です。超ド級プレイヤーやマッキントッシュの音があるなら数値化できるはずですが、何も見つかっていません。耳では違いがあるのに測定すると何も見えない場合がよくあります。この場合は計測では見えない、理屈では説明できない何かがあるのではなくて、実際には何もないということです。価値の感じ方は人それぞれです。できるだけ安く音楽を聴きたい人の問題はスピーカーの選択だけです。微妙な音の違いを問題にする変わったおじさんの問題は心理効果に騙されて大金を出すことです。音に違いがないことを知った上で他の部分の価値にお金を出すようにすれば買って後悔はありません。ご視聴ありがとうございました。